はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちら、先日発売されたテクニクスのノイキャン入り完全ワイヤレスイヤホンである EAH-AZ60 と WF-1000X Mark IV ですね。この2つを比較していきたいと思います。この2つはどちらもノイキャンや外音取り組み、それから防水性能などが備わっているイヤホンになっていまして、特徴的なのがどちらもファイルズ音源を再生できる LDAC というコーデックに対応しているという点が共通していまして、テクニクスの方が後発で発売されているんですけども、間違いなくこの WF-1000X Mark IV を意識して作られているんだろうなっていうのが分かるイヤホンになっていますので、今回こちらをですね、スペック面から使い勝手までしっかりとですね比較していきたいと思います。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心にレビューや比較動画をアップしていますので、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい、それではまずこちらテクニクスの EAH-AZ60 とソニーの WF-1000X Mark IV、こちらのスペックや価格を比較していきたいと思います。どちらもノイキャンや外音取り込みには対応しているモデルとなっています。ワイヤレス充電に関してはソニーは対応しているんですけども、テクニクスは未対応ということで、この点に関してはソニーが一歩リードですね。片耳でのイヤホンの使用はどちらも可能で、両方とも片耳で再生するとモノラル再生になりますので、片耳で使用したいといったニーズを満たせるイヤホンになっています。ドライバーサイズはテクニクスが 8mm、ソニーが 6mm となっています。基本的にドライバーサイズが大きい方が迫力がある音は出せるんですけども、もう 6mm でも音が十分いいですので、そこまで重視するポイントではないのかなと思います。Bluetooth のバージョンは 5.2。対応コーデックが SBC-AAC に加えて、どちらもハイレゾ音源を再生することができる LDAC に対応しています。充電時間なんですけれども、テクニクスの方が約2時間、ソニーの方が約 1.5 時間となっています。バッテリー持続時間に関しては、テクニクスの方がノイキャンオン時が7時間、ノイキャンオフ時が 7.5 時間、ソニーの方はノイキャンオン時が最大8時間、ノイキャンオフ時が最大12時間ということで、ソニーの方がバッテリー持続時間に関しては、有利となってますね。重量に関してはほぼほぼ同じぐらいで、テクニクスの方がケースプラスイヤホンで 59g、イヤホン両耳で約 14g となっています。ソニーの方はケースプラスイヤホンで約 54.5g、イヤホン両耳で約 14.3g となっています。イヤホン防水規格はどちらも IPX4 ということで、汗程度であれば耐えられる防水規格となっています。充電ポートは USB-C。保証期間はどちらも1年間なんですけども、ソニーの方はソニーストアで購入すると3年間ついてくるということになっています。こう見ると、3年間の方がいいじゃんと思うかもしれないですけども、ソニーストアで購入すると金額は結構上がっちゃうので、Amazon とかで購入するんだったら、どちらも1年間ということで変わりはないかなと思います。その他の機能に関してなんですけども、テクニクスの方はマルチポイント接続という2台のデバイスですね。例えばスマホと iPad とか、私物スマホと業務用スマホみたいな感じで2台のスマホに接続しておいて、再生した方からの音をイヤホンで聞かせてくれるということで、こちらとても便利な機能がテクニクスにはついています。ソニーに関しては DSE エクストリームと呼ばれる AAC なんかですね、 iPad なんかで聞いていると LDAC というハイレゾ音源は対応していないんですけども、それをハイレゾ級の高音質にアップスケーリングして流してくれるという機能が備わっていたりします。それから360リアリティオーディオという空間オーディオにも正式に対応しているというのが特徴になっていますね。価格に関しては現在の Amazon の価格だとテクニクスが 28,000 円、ソニーが 28,482 円ということで、同じ価格帯のイヤホンとなっていますね。そうしましたら外観を見ていくんですけども、イヤホンケースの外観はこんな感じになっています。テクニクスの方がちょっと薄っぺらい感じで、ソニーは少し分厚いですね。このように並べてみるとテクニクスの方が若干横幅は大きいかなと思います。で、ケースの高さはほぼほぼ同じぐらいですかね。このように見るとポケットなんかに入れやすいのはテクニクスかなと思いますけども、カバンに入れるんだったらどちらもですね同じぐらいの大きさかなと思います。で、どちらも上部にソニーとテクニクスという文字が書かれていますね。このテクニクスの方はイヤホン上部がここ掘られていますので、時間が経ってもこれが剥がれてしまうっていうことはないと思うんですけども、ソニーの方はこちらですね、印刷になっていると思いますので、なんか剥がれる感じはしないですけども、もしかしたらカバンの中でコインとか鍵なんかが当たっちゃうとちょっと削れていっちゃうかもしれないですね。ケースの前面の方にはこちらにインジケーターがついていまして、ソニーの方はここにこんな感じのインジケーターがついています。テクニクスの方は
こんな感じですね。結構控えめなインジケーターが前面についています。裏に行くとこんな感じで USB-C の端子がついているというものになってますね。ソニーの方は先ほどもご紹介した通りワイヤレス充電に対応していますので、私の場合は端子を使うことはないんですけども、テクニクスの場合はワイヤレス充電見たよということでこちらから充電することになります。質感としましてはソニーの方がどちらかといえばマットより、テクニクスの方はデザイン的には結構金属っぽい感じがするんですけども、触ってみるとそんな金属っぽくはなくて、どちらかといえばちょっとサラッとしたような質感になっています。イヤホン本体の比較なんですけども、こんな感じになっています。右側がソニーの WF1000X Mark4 で、左側がテクニクスとなっていますね。どちらも他のイヤホンにはない独特な感じがあって、とてもかっこいいんですけども、サイズを比較するとソニーの方が一回り大きいですかね。テクニクスの方も他のイヤホンに比べるとそんなにちっちゃいわけではないんですけども、ソニーに比べると一回り小さいという感じになっていますので、耳の小さい方なんかだと、テクニクスの方がですね、しっかりと耳の中に収まるんじゃないかなと思います。テクニクスの方はイヤホン表面に文字が書かれているんですけども、ソニーの方は前から見ると特に文字はなくて、この耳につけると上に来る面ですね、こちらにソニーという文字が書かれています。で、裏を向けるとこんな感じで、イヤーピースを外してみるとどちらも普通の円形ですので、サードパーティー製のイヤーピースもつけることができると思いますけども、テクニクスの方は結構ノズル検出センターの直径が 6mm ぐらいありますので、軸の部分が広がるイヤーピースをつける必要があると思います。デザインに関してはどちらもかっこよくて、テクニクスの方が金属感があってより高級感はあるかなと思うんですけども、 WF1000X Mark4 もですね、他にはない斬新なデザインでかっこいいなと思いますね。デザインに関しては好みがあると思いますので、好き嫌いが分かれると思いますけども、個人的にはテクニクスの方が好きかなとは思います。続きまして装着感に関してなんですけども、装着感はどちらもですね、結構耳の奥の方でフィットする感じがしまして、どちらもイヤホン本体は大きいので、耳につけた時に結構大きいものが耳にぶら下がってるなって感じは正直しますね。ですのでどちらもめちゃくちゃ装着感が軽いという感じではないですね。イヤホン本体の重さも片耳 7g と他の完全ワイヤレスイヤホンに比べると結構重たいですし、やっぱそういう部分もあって結構大きいものが耳にぶら下がってる感はどちらもあるという感じになっています。カナル型特有の耳の奥でしっかりとフィットする感じが苦手な方っていうのは、この2つのイヤホンだとどちらもあんまり向いていないかなとは思いますね。で、イヤホンを装着したところを横から見てみるとこんな感じに見えます。どちらも結構大きめの筐体ですので、結構ですね存在感があるなというのはどちらも感じるかなと思うんですけども、ソニーの方がより大きいので結構耳を占有しちゃってるなっていう感じがするかなと思います。で、前から見た時はこんな感じですね。ソニーの方がこの突起部分があったりして結構ですね、前から見ても出っ張ってる感じがするなっていうのを感じますね。で、どちらもですねフィット感はしっかりしていて、通常効いている分には全然外れるって感じはしないんですけども、この2つの装着感の違いっていうのはやっぱり運動する時ですね。運動する時はこちらのですねテクニクスの EAH-AZ60 の方が向いてるかなと思います。テクニクスの方は装着感にかなりこだわっているようで、運動なんかしてる時ですね、頭を振ったりなんかしても全然違和感ないですし、十分激しい運動にも耐えられると思います。ソニーの方はイヤホンこうつけていてですね、で走ったりなんかするとこの辺がぐらぐら揺れちゃって、落ちるまではいかないにしても耳のあたりが結構鬱陶しくて、運動には私は全然おすすめしないなと思っています。テクニクスの方も結構筐体は大きいんですけども、そんな耳の中で鬱陶しいっていうこともないですし、運動するんだったらテクニクスの方が断然有利だなと思っています。続きまして音質についてなんですけども、音質はですねどちらもやっぱり素晴らしくて解像感も高くて、ただ音の傾向が少し違いまして、ソニーの方は結構マイルドというか優しい音で長く聴いていても聞き疲れのない音に仕上がってるなと感じています。対してテクニクスはキレがあって結構アタック感とかが強いので、よりテンションを上げたい時におすすめな音に仕上がってるなと思います。どちらもアプリのイコライザーが優秀でカスタムイコライザーもあったりなんかしてしっかりと音の調整もできますし、弾き語りとかですね、そういうテンポの遅い曲なんかも全然聴けますし、テンポの速いロックとかですね、
そういう激しい曲なんかもしっかりと聴ける音質に仕上がっていて、どちらも全然悪いとかそういうわけじゃないんですけども、音の傾向が若干違うなというのを感じてますね。どちらかといえばやっぱりソニーの方が優しい感じがするので、どちらかといえばローテンポの曲の方が合うには合うかなとは思います。でテクニクスの方は激しい曲のがどちらかといえば合うなっていう感じはしてますけども、どちらもしっかりとまんべんなくいろんな曲が聴ける音に仕上がっています。音質の部分で言うと、ソニーの方は先ほどスペックの部分でもご紹介した通り、360リアリティオーディオという空間オーディオに正式に対応はしているんですよね。それが結構大きなポイントで、最近だとサブスクのサービスでも360リアリティオーディオに対応した楽曲っていうのもちょこちょこ出てきてまして、そういう音を聞くとソニーの方はさらにリッチな音楽体験ができますし、かなり気持ちがいい音が聞けますね。対してテクニクスの方は空間オーディオには正式には対応していませんので、そういう音は体感できないというものになっています。空間オーディオに関してはまだまだ楽曲が少なくて、今のところはそんなに重要視してないんですけども、 Apple Music なんかも空間オーディオに力を入れてますし、先日 Amazon Music なんかでも空間オーディオに対応したりなんかして、これからどんどんですね空間オーディオに対応した楽曲も出てくると思いますので、その辺が充実してくるとソニーの優位性っていうのがさらに出てくるかなと思います。その Amazon Music だとイヤホン側が対応してなくても Amazon Music 側で空間オーディオに対応していて、どんなイヤホンでも空間オーディオを聴けるというのを謳っていて、確かにそれは実装されていてですね、その空間オーディオをオンにしてこのテクニクスなんかで聞いても通常のステレオの再生との違いはとても感じるんですけども、やっぱり正式に対応しているソニーの方と聞くと全然音が違っていて、やっぱ正式に対応しているものの方が自然にその空間オーディオを体感できるということで、やっぱりその空間オーディオに関してはソニーのが断然有利かなと思っていますね。続きましてノイキャンや外音取り込みについても比較していくんですけども、ノイキャンはどちらも優秀でかなりレベルが高いノイキャンをしています。ただ通常のノイキャンだとやっぱりソニーの方が強力で、電車やバスに乗っている走行音なんかでもソニーの方がより騒音を軽減してくれて音楽に没入できるというノイキャンになっています。テクニクスも、比べたら、若干劣るかなっていう感じはしてるんですけども、全然悪い感じはなくて、商店街のですね雑踏の騒音だったりとかそういう部分は全然ソニーに引けを取らないぐらい軽減してくれますし、電車の走行音なんかで若干ソニーよりも音が聞こえるなという感じの音になってるぐらいで、十分、強力なノイキャンが搭載されています。ソニーの方はノイキャンの中でも風切り音を防止するノイキャンと通常のノイキャンっていうのがあって、風切り音防止モードにすると風がですね継続的に吹いている時の騒音っていうのを結構カットしてくれるんですけども、それをオンにするとバッテリー消費が激しくなるので、それをオフにしている方っていうのも結構多いと思うんですが、風切り音防止モードをオフにした状態とテクニクスの普通にノイキャンをオンにした状態を比べてみると、その状態だとテクニクスの方が風切り音っていうのはあんまりしないなと感じましたね。さすがに風切り音防止モードをオンにした時はソニーの方が風切り音を軽減はしてくれるんですけども、テクニクスの方も十分風切り音の対策っていうのをされているようで、かなり優秀だなと思いました。ですので風切り音だけのノイキャン性能を見ると、ソニーの風切り音防止モードをオンにした時は1番で、その次にテクニクスのノイキャン、風切り音防止モードをオフにした時のソニーの方が3番目ということで、テクニクスはですね通常の騒音も風切り音もしっかりと防止してくれるバランスの良いノイキャンが搭載されています。で外音取り込みについてもどちらも外音取り込みはとても優秀で、音楽を聴いたままでもコンビニやスーパーでの会話も十分可能になっています。外音取り込みの自然さに関してはやっぱりソニーの方が優秀かなと思っていまして、よりクリアで自然さを求めるんだったらソニーの方が優秀だと思っています。ただ先ほどもご紹介した通りテクニクスも十分優秀ですので、個人的にはコンビニやスーパーで店員さんと会話ができれば外音取り込みに関しては合格かなと思っているので、どちらも合格ラインを超えている外音取り込みに仕上がってますね。続きましてアプリでのカスタマイズ性能についてご紹介していくんですけども、アプリはソニーもテクニクスもどちらも優秀で、基本的なファームウェアのアップデートだったりとか、イコライザー設定とか、それからノイキャンや外音取り込みの設定だったりで、タッチ操作のカスタマイズとかですね、その辺はしっかりと網羅されていて、必要な機能は十分揃っているんですけども、それぞれで独自機能がありますので、そちらも簡単にご紹介していこうと思います。まずテクニクスの独自機能としましては、
こちらですね、ヘッドホンを探すとなってますけども、イヤホンを探す機能が充実していまして、 GPS を用いて最後に接続されていた場所を表示してくれる機能と、それからカバンの中とか、部屋の中でですね、どっかに行っちゃって見つからない時にイヤホン本体からビープ音を鳴らしてくれる音っていうの2種類あって、どちらか一方だけ対応しているっていう場合が多いんですけども、こちら両方対応しているっていうのは素晴らしいですね。こちらですね、ソニーだけじゃなくて他のイヤホンにもなかなかない機能で、Just My Voice の確認という機能があります。こちらは今この場で通話をした時に自分が話した声が相手にどうやって届くのかっていうのを体感できる機能になっていまして、例えば結構ですね、外の音がうるさい時なんかにここで通話すると相手に騒音が届いちゃってうまく聞こえないんじゃないかっていうのをその場で一旦確認してから通話ができるという機能があります。普段ですね、そんなに使う機能ではないんですけども、ユニークな機能ですよね。それから特に変わった点としましては、こちらですね、お手入れ通知というものがありまして、ある一定期間経つとお手入れしてくださいよっていう通知が入ってきたりとか、あと通話相手からのノイズを抑える強さですね。通話相手がノイズが入っている時に、イヤホン側でノイズを除去してくれて綺麗に聞かせてくれるって機能があったりしますね。それからソニーにはない機能としましては、このノイキャンの最適化っていう機能がありまして、こちら自分でこのようにバーをいじってノイキャンが一番効くモードを探すことによって耳に合ったノイキャンを設定してくれるというものがありますね。こちらですね、ジャブラにも同じような機能があるんですけども、ソニーにはない機能になっていまして、意外とこれやるのとやらないのではノイキャンの効果が違ってくるので、今持っていてやっていないって方はぜひ調整していただけるといいんじゃないかなと思います。で、ソニーの独自機能としましては、アダプティブサウンドコントロールと言いまして、行く先々の場所によってノイキャンの効き方とか、外音取り込みをどうするかっていう機能を自動で変更してくれるっていう機能があります。これ私使ってはないんですけども、これを設定しておくことによって外に行った時は外音取り込みにした方が安全というので、自動的に外音取り込みに切り替わったり、でバスとか電車に乗ってるんだったら自動で強いノイキャンに切り替わったりということをしてくれる機能になっています。その他にはスピークトゥーチャットといって、話し始めると自動で外音取り込みになって会話がしやすいっていう機能があったりとか、その他にはこれもですね、他のイヤホンの中には結構あるんですけども、最適なイヤーピースを判定してくれる機能があって、自分の耳に合ったイヤーピースを判定してくれるというものになりますね。このような感じで基本的にできる機能はしっかりと両方ともあって素晴らしいんですけども、その他にも個別の機能として若干の違いがあるという感じですね。アプリの優秀さという意味ではどちらも同じぐらい優秀だという感じになってますね。続きまして操作感について比較していくんですけども、操作感はソニーの方が快適でストレスなく操作することができます。どちらもですね、結構タッチセンサーがしっかりと大きくて、ソニーだとこの丸い部分がタッチセンサーになっていまして、テクニクスも表面の部分全体がタッチセンサーになっていて、どちらもタッチセンサー部分は大きいのでしっかりと操作できますし、全然ですねタッチができないとかゴタッチするってことはほとんどないんですけども、テクニクスの方っていうのはポンポンって例えばダブルタップした時に押した後に若干ラグがあってププって音が鳴ってですね、しっかりとダブルタップされたことが分かるという感じになっていて、その音が若干遅れてくるというか、多分バグとかではなくてわざとこういう仕様にしてるんだと思うんですけども、その音が遅れてくるのがちょっと若干違和感があって、やっぱりちょっと使っていると慣れないなっていうのがありますね。ソニーの方はそんなこともなくてストレスなく操作できるので、どちらもタッチセンサーの感度っていうのは素晴らしいんですけども、若干使っていて違和感を感じるのがテクニクスなので、ソニーの方が個人的には快適に操作できるなと思っています。はい、それではですね、通話品質について比較していきたいと思うんですけども、こちらはですね Zoom で録音した音声がありますのでお聞きください。まずはテクニクスの方からです。はい、こんにちは。こちらはテクニクス EAH-AZ60 とスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。はい、それでは続きましてソニーをお聞きください。はい、こんにちは。こちらはソニー WF1000X Mark IV とスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しています。はい、いかがでしたでしょうか。もう明らかにテクニクスの方がクリアで綺麗に聞こえましたよね。私としてはソニーの方もですね、全然通話品質いいと思ってたんですけども、聞き比べてみると別にソニーの方が音が割れてるとかそういうことは全然ないんですけども、ちょっとこもっちゃってる感じがしていて、テクニクスの方が断然クリアで快適に聞こえたかと思います。テクニクスの方は前回のファーストインプレッションレビューの時にも
やったんですけども、周囲の音が結構ざわざわしていたりなんかしても結構軽減してくれる機能っていうのも搭載されているので、通話品質はもう抜群にテクニクスの方がいいかなと思いました。ソニーの方でも別にオンライン会議とか行えないことは全然ないと思うんですけども、テクニクスの方がより一層ですね、快適に通話できるなと思います。商談なんかの重要な会議でも十分耐えれる音質になっているかなと思いましたね。で、最後にバッテリー性能を比較していくんですけども、バッテリー性能はカタログスペックでもソニーの方が優秀ではあるんですけども、通常聞いていてちょっとあれって思ったのが、テクニクスの方はLDAC ですね。ハイレゾ音源を再生できるコーデックである LDAC で聞いていた時にちょっとあれと思ったことがありまして、こちらですね、LDAC で音楽を聴いていて1時間ぐらい経ったらバッテリー残量を見ると 70% とか60何%みたいになっちゃって 30% ぐらいですね、減っちゃったんですよね。そうなるともう3時間ぐらいでバッテリーが切れちゃうということで、 LDAC で聞いていると結構不安が残るなという感じのバッテリー性能になってましたね。ソニーに関しては確かに LDAC だとバッテリーの減りは早くはなるんですけども、そこまでではなかったので、バッテリーに関してはソニーの方が優秀かなと思いました。テクニクスの方でも3時間聞ければ通勤通学が長い方でも2時間ぐらいだと思いますので、十分耐えられるとは思うんですけども、バッテリーの減りがかなり早いなというのを感じましたね。AAC で聞いてるとそんなことはなかったので、もし iPhone とかで聞く方にとっては全然問題はないかなと思うんですけども、 Android で LDAC で聞くっていう方はバッテリー性能は結構減りが早いなっていうのを知っておいてもらった方がいいんじゃないかなと思いました。テクニクスの前回の AZ70 っていうやつは自然放電とかがあってバッテリー性能に不安が残るというか、あんまり評判が良くなかったんですけども、やっぱりテクニクスっていうのはちょっとバッテリー性能に関して弱いのか、LDAC で聞いてる時のバッテリー性能がちょっと不安だなっていうのがありましたね。はい、ということで今回テクニクスの EAH-AZ60 とソニーの WF10X Mark IV を比較してきました。どちらもとても優秀なイヤホンで、ハイレゾ音源が聞ける LDAC というコーデックにも対応していて、高級感もありますし、音もいいというので、どちら買っても満足できるとは思うんですけども、私個人的にどっちがいいかっていう話だと結構迷うところでありまして、テレワークをするんだったらやっぱマルチポイントがあるテクニクスの方がいいですし、運動をする時につけるとしてもやっぱり装着感がしっかりとですねしているテクニクスの方がいいなと思っています。ただ通常使いするんだったらワイヤレス充電があってノイキャンの性能も強いソニーの方が個人的にはいいなと思ってまして、どっちがいいかなっていうのは結構迷うんですけども、どちらかといえばソニーの方がいいのかなと個人的には思いましたね。テクニクスの方も全然悪いことはなくて、シーンによってはテクニクスの方が向いてるってパターンも結構あるんですけども、これはですね、今だとソニーの方に気分が偏ってますけど、聴く曲とかですね、使うシーンによってはテクニクスの方を全然使いたいっていう時もあるので、一応どちらか選んでおくってなるとソニーなんですけども、全然テクニクスもいいなとは思ってますね。特にマルチポイントの制御なんかはかなり良くて使い勝手もいいですし、テレワーク中とか普段ですね複数のデバイスを使い分けるっていう方ですとテクニクスの方が圧倒的にいいなと思うので、どちらもいい点はあるという感じになっていますね。最後ですね、どっちを選ぶかっていう部分で歯切れが悪くなっちゃったんですけども、それぐらいどちらもいいイヤホンに仕上がってるなと思います。はい、ということで今回も長くなっちゃったんですけども、今回の動画はここまでとなります。この動画が良かったなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心にレビューや比較動画をアップしていますので、気になる方はぜひこれからもチェックしてみてください。それから私はブログでも完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較記事をアップしていますので、ぜひそちらも時間がある時にチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。